こんにちは、ソニック研究員のケイティです。今回皆さんにお送りするのは 2D ソニックトラウマステージランキングです。以前 3D ソニックのトラウマステージランキングを作成しましたが、今回はその 2D 版を作ってきました。ただ 2D ソニックってめちゃくちゃたくさんソフトが出ていて、その全部をひっくるめると紹介できるステージが少なくなっちゃうので、今回の動画では 2D ソニックの中でも先月発売したソニックオリジンズに収録されているソニック初期のこちらの4作品の中から、僕が個人的にトラウマだなと思うステージを厳選してきました。またただ選んでくるだけだと面白くないと思うので、今回はそれぞれのステージをステージの広さ、敵のえげつなさ、ギミックのえげつなさ、メンタルへのダメージという4つの観点でランク付けしています。各ステージの何がトラウマ要因になっているかも合わせてご紹介できればと思ってますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。また 2D ソニックのステージって本当に難しいものが多いので、 2D ソニックを遊んだことがないという方にもそのヤバさが伝わるんじゃないかと思ってます。実際にゲームを遊んだ人もそうじゃない人もみんなが楽しめる動画になっていますので、楽しみにしていてくださいね。それでは早速始めていきましょう。第10位はソニックザヘッジホッグ CD よりワッキーワークベンチ。ソニックザヘッジホッグ CD の第5ステージです。このステージの特徴はこの光っている床。この床が光っている時に上に乗ると、普段のジャンプとは比べ物にならないほどの大ジャンプをすることができるんです。ほんと信じられないくらい飛べるんですよ。なので初めてこのステージを遊んだ時は、何これめっちゃ飛ぶと思ってすごくテンション上がったんですけど、これしばらく遊んでいるともう勘弁してくださいってなってくるんですよね。なんでかっていうと、まずシンプルに飛びすぎて先に進めないんです。そんなことって思う方もいるかもしれないんですけど、いや実はこのワッキーワークベンチ結構えげつない構成してるんですよ。まずこの光る床に触れると大ジャンプするというのはこれまでお伝えした通りなんですけど、なんとこのワッキーワークベンチでは先に進むための道がほとんどステージの下の方に集まってるんです。そして上の方はというと、ご覧のようにほぼ壁で塞がれているので、実はこのワッキーワークベンチをクリアするためには大ジャンプしちゃいけないんですよ。これ大きな罠ですよね。こんだけ飛べたら絶対上に道があると思うじゃないですか。そう思わせておいてほとんどのルートを下に設置するなんてほんといやらしい配置をしています。ただもちろんこれだけの理由ではトラウマステージにランクインしていません。今説明したようにこのステージでは大ジャンプを避けて下の方を進む必要があるんですが、これがねまあうまくいかないんですよ。というのもこのステージの床はほぼ全て大ジャンプの床になっているので、下の方を進もうにもまず道がないんですね。宙に浮いてる小さな足場を渡ったり、床の光が消えたタイミングを見計らって進むこともできなくはないんですが、それでもちょっとでも操作を誤るとすぐ天井へとひとっ飛びです。そのため最初のうちはこの大ジャンプでめちゃくちゃテンション上がるんですけど、ある程度進むともう飛びたくない飛びたくない飛びたくない、飛んだといった感じで、この大ジャンプがみんなのトラウマへとなり果てるんですね。実際先月発売したソニックオリジンズを購入した方の中にもこのワッキーワークベンチでジャンプ地獄にハマった方いらっしゃるんじゃないでしょうか。もう一生出られないんじゃないかって気もしてくるので、結構きついですよね。心中お察しします。ただとはいえこれ以外の鬼畜ギミックだったり強い敵がいるわけではないので、何度かやってステージの構成を覚えてしまえばそこまで苦労することもありません。あくまで初見で遊んだ時に泥沼にはまることがあるというだけで、慣れてしまえばそんなに難しいステージではないんですね。ということでこのワッキーワークベンチはトラウマステージ10位にランクインさせました。それでは続いて第9位のステージを見ていきましょう。第9位は初代ソニックザエッジホッグよりマーブルゾーン。初代ソニックザエッジホッグの第2ステージです。このマーブルゾーンの特徴はこちらの溶岩地帯。第2ステージにしてもう溶岩が出てくるのびっくりですよね。だいたい溶岩って最後の方のステージじゃないですか。それを第2ステージに持ってくるなんてなかなか攻めた構成してると思います。しかもこのような小さな芝を使って溶岩を渡ったり、上から溶岩が降ってきたり、逆に下から火の玉が打ち上がってきたりするなど、ちゃんと溶岩ステージやってるんですよね。第2ステージだからちょっと優しめになってるなんてことは全くないです。さらに溶岩以外の仕掛けも割と難易度が高くて、例えば挟まれると一発でミスになる箇所があったり、トゲが下からだけじゃなくてサイドからも飛び出してきたり、溶岩じゃないところからも火の玉が出てきたりと、本当に第2ステージらしからぬ難易度をしています。またこのステージに登場するナールという雑魚敵もクセモノで、こいつは頭部を攻撃しないと倒せないんですね。それ以外の箇所を攻撃すると倒せないどころかこちらがダメージをしちゃうので、ソニックの敵なんて転がってぶつかれば倒せるっしょと思って突っ走っていると痛い目を見ます。といった感じでこのマーブルゾーンは仕掛けも敵も一筋縄ではいかないステージにはなってるんですけど、一方で例えばこのステージがゲームの後半に出てきていたらそこまでヤバくはなかったんじゃないかなとも思います。確かに難しいステージではあるんですが、それでも激ムズというほどでもないので、後半に出てきたら普通に歯応えのあるステージだなという感想になってたかと思うんですが、
とにかくこのステージの何がやばいって、第2ステージで登場してきてしまうことなんですよ。これが一番やばいんですね。しかもこのゲームの第1ステージはグリーンヒルというステージで、このステージは逆に超簡単なんです。ほんと何も考えずに先に進んでいればクリアできるくらいの難易度なので、プレイヤー側からすると、まずこのグリーンヒルを遊んで、やっぱりソニックスピード感って楽しいな、爽快感あるわ、といった感情にさせられた直後に、このマーブルゾーンで地獄に突き落とされるということになるので、もうほんとトラウマになるんですよ。この初代ソニック在地獄というゲームはもともとステージ1、3、5の奇数ステージはスピード重視で、2、4、6の偶数ステージは仕掛け多めのステージにするというコンセプトだったので、それで言うとこのマーブルゾーンに仕掛けが多いのは合ってるんですけど、にしても急に難易度上がりすぎじゃないですかっていうところですよね。もうちょっと優しくしてくれてもよかったんだよとは思うところです。たださっきも言ったように決して激ムズステージというわけではなくて、むしろアクションステージとしての完成度はかなり高いステージなんじゃないかと思っています。第2ステージに出てきてしまう点と、ソニックなのにスピードを出せないという点からトラウマになってしまった方も多いかと思うんですが、一旦マリオのような普通のアクションゲームとして遊んでみると、これかなり面白いんですよ。僕以前から何度かソニックは速く走るゲームじゃなくて、速く走ることもできるゲームだということをお伝えしてるんですけど、そのことに気づかせてくれたのが何を隠そうこのマーブルゾーンなんですね。ソニックって速く走れなくても面白いんだということに気づかせてくれたステージなので、個人的にはかなり思い入れのあるステージではあるんですが、とはいえやっぱり第2ステージでこれはムズすぎるだろうとも思うので、トラウマステージであることには変わりないですね。ということで、トラウマステージ第9位は、ゲーム序盤にして容赦なく溶岩地帯を歩かされるマーブルゾーンでした。第8位は、ソニック在地獄2より、ウィングフォートレス。ソニック在地獄2の第10ステージです。今作には全部で11ステージあるんですが、第11ステージにはボスしかいないので、実質このウィングフォートレスが最終ステージということになりますね。ただ半分イベントステージのようになっているので、ステージの長さは割と短くて、敵もそんなに強くありません。そんなウィングフォートレスのトラウマポイントは、落下死です。このステージはエッグマンの空中要塞が舞台になっているので、とにかく落下ポイントが多いんですよね。序盤から容赦なく落とそうとしてきますし、中でもステージ中盤にあるこの箇所なんかはかなりの人がトラウマになってるんじゃないかと思います。ここではご覧のように足場が一定間隔で引っ込んでしまうんですが、この引っ込む間隔がかなり短くてですね、もうノンストップで進まないと間に合わないくらいなんですよ。加えてスタート地点もこのように動く足場になっているので、タイミングを測るのも一苦労です。このウィングフォートレスの最大の難所といえる場所ですね。またこのステージは落下死が多いということなので、残機がものすごい勢いで減っていきます。つまりゲームオーバーになりやすいステージなんですね。しかもこのソニック在地獄2には原作版だとセーブ機能がなかったので、原作版を遊んでた人なんかはここでゲームオーバーになるとまた第1ステージからやり直しになっちゃうんですよ。さっきも言ったようにこのウィングフォートレスは実質今作の最終ステージなので、ここでゲームオーバーになったらもう立ち直れる自信がないです。落下することに迫ってくるゲームオーバーの恐怖と戦いながらステージを攻略するのはかなりメンタルすり減ったんじゃないかなと思いますね。ソニックオリジンズなどの移植版では基本的にセーブ機能がある上に、ソニックオリジンズのアニバーサリーモードではそもそもゲームオーバー自体がないので、メンタル的にはかなり楽になったとは思うんですが、それでもやっぱりこの落下しやすいステージはシンプルに難しいので、ソニックオリジンズでこのステージを遊んだ人の中にもここがトラウマになったという方は多いんじゃないかと思います。ということでトラウマステージ第8位は、常に落下の恐怖がついて回る空中ステージ、ウィングフォートレスでした。第7位は、同じくソニック在地獄2より、ケミカルプラント。ここはかなり有名なステージですよね。もともとはソニック在地獄2の第2ステージなんですが、その後の作品でも何度もリメイクされているので、何かしらの作品でやったことがある人も多いんじゃないかと思います。そしてこのケミカルプラントといえば、こちらの紫色の薬品の海ですよね。ステージ終盤でこの薬品の海に沈んでしまうパートは、シリーズ屈指のトラウマポイントです。実はソニックシリーズにはここ以外にも水中パートが出てくるステージはたくさんあるんですけど、中でもこのケミカルプラントは水中ステージの代表格のようになってますよね。それだけ皆さんの印象が強いということだと思うんですけど、一方でよくよくステージの構成を見てみると、実はこのケミカルプラントの水中パートってすごく限られた箇所にしかないんですよ。まずアクト1にはそもそも水中パートがないですし、アクト2であっても最下層までいかないと水中パートはありません。強制的に潜らされるのは本当に最後の最後くらいなんですよね。にもかかわらず、なぜこのケミカルプラントが水中ステージの代表格になり、またみんなのトラウマになっているのかというと、その理由は息継ぎポイントがないからです。他のステージの水中パートは基本的に長い間水の中を進むという構成になっているので、定期的に息継ぎポイントが設置されてるんですよね。なんで実はこういった水中ステージで溺れてミスになることってあんまないんですよ。
それに対してこのケミカルプラントは水中から脱出することが目的になっているので、基本的には息継ぎポイントが設置されていないんです。確か一つもなかったんじゃないですかね。なんで水に入ったら本当に急いで脱出しなければならないんですが、基本的に水の中では操作がだいぶやりづらくなる上に、このように足場も常に動いているので、ここから脱出するのは正直めちゃくちゃ難しいです。一回でも足を踏み外すともう脱出は絶望的になりますね。早く出ないと溺れてしまうという焦りもあるので、ほんとこのステージやるたびにメンタル擦り切れそうになってます。この水の色が紫というのもまたトラウマレベルを引き上げてますよね。冷静に考えて薬品に溺れて溺死するとか相当ショッキングな死に方な気がします。僕父親が原作版のソニック・ザ・ヘッジホッグ2持ってたんで子供の頃にやらせてもらったことあるんですけど、このケミカルプラントの溺死シーンがトラウマすぎてしばらくソニックできなくなりました。水中パートが出てくるステージは数あれど、やっぱりこのケミカルプラントの水中パートは別格だなという感じがしますね。ただ一方でこの水中パート以外を見てみるとそこまで難しいステージではありません。敵も仕掛けもそんなに苦労しないものばかりなので、今回のランキングでは7位ということにしました。ということでトラウマステージ第7位は恐怖の水中パートが登場するケミカルプラントでした。第6位はソニック 3& ナックルズよりランチベース。こちらソニック 3& ナックルズの第6ステージなんですが、元々のソニック・ザ・ヘッジホッグ3においては最終ステージを任されています。ということでこのランチベースはステージがすごく広かったり、敵やギミックに苦戦するものが多いなど、全体的に難易度が高いステージになってますね。中でもステージの広さはかなり特徴的で、しかもただ広いだけじゃなくて油断すると元いた場所に戻されちゃったりもするので、なんとなく進んでいるとクリアするのは難しいです。実はこの頃のソニックって時間制限があって10分以内にクリアしないとミスになってしまうんですが、ほとんどのステージでは10分もかからずクリアできてしまうので、あんまり意識したことってないですよね。なんですがこのランチベースにおいてはワンチャンこの時間制限でミスになる可能性があるんですよ。それくらいステージが広くて複雑な構造になってるんです。またこのステージに登場する敵も厄介で、どいつもこいつも一筋縄では倒せないんですよね。具体的にどう厄介なのかというと、基本的にどの敵も攻撃する箇所だったりタイミングを考えないと倒せない仕様になってるんです。例えばこの鉄球を振り回してくるカエルは鉄球の合間を狙って攻撃しないとダメですし、こちらのレーザーを撃ってくる敵なんかはレーザーを撃っていない間しか攻撃を受け付けません。またこちらのポーラという敵はダブル回転アタックでないと倒せないなど、とにかく敵が倒しづらいんですね。そしてこういった敵たちにも手こずってしまうことによってさらに時間がギリギリになってきます。といった感じで何か飛び抜けてヤバいものがあるステージではないんですが、いろいろな要素が全体的に難しめに設定されているので、ソニックシリーズでは珍しく時間切れの恐怖に襲われるというのがこのランチベースの特徴です。間違えて下の方に落ちちゃった時なんかは本当に絶望するので、際立った点こそないもののじわじわメンタルをえぐられるみたいなイメージですかね。これはこれで結構きついです。さあということで以上がトラウマステージ第6位ランチベースの解説でしたので、次からいよいよトップ5の紹介です。一体どのステージがランクインしているのか楽しみにしていてくださいね。第5位はソニック 3& ナックルズよりカーニバルナイト。ソニック 3& ナックルズの第4ステージです。このステージはソニックシリーズ恒例のカジノステージで、他のステージと比べても仕掛けの量が格段に多くなっています。加えて第6位のランチベースにも引けを取らないくらい広大なステージになっているので、攻略するのにかなり苦労するステージです。ただ一方でステージに登場する敵は大したことないので、その点に関しては一つ前のランチベースより楽ですね。じゃあなんでこのカーニバルナイトの方がランキングが上なのかというと、このステージにはとある鬼畜ギミックがあるからです。その鬼畜ギミックとはこちらのドラム缶。このドラム缶がどういうギミックなのかというと、ドラム缶の上下に合わせてコントロールスティックもしくは十字キーの上ボタンと下ボタンを押していくことで、だんだんとドラム缶の振れ幅が大きくなっていくというものになっています。そしてこのように振れ幅を大きくすることで高いところにあるアイテムを取ったりするんですが、皆さんこのドラム缶の使い方、もし誰からも説明されなかったとしたら自力で気づける自信ありますか？僕は正直絶対気づけないと思います。てか初めてやった時は実際気づけませんでした。ジャンプすると少し反動がつくので、何回かジャンプして振れ幅を広げるという使い方であればワンチャン気づけたかもしれないんですけど、上に乗った状態で上下ボタンを押すというのはこれよっぽど勘がいい人じゃないと気づけないんじゃないかと思います。そしてこの話をしたということはもうお察しかもしれませんが、このギミックの動かし方についてはゲーム中や説明書のどこにも説明がないんですね。なんでこのドラム缶の仕掛けを動かそうと思ったら、この上に乗って上下ボタンを押すというやり方に自力で気づくしかないんです。この点をまず押さえていただいた上で、じゃあなぜこのドラム缶の仕掛けが鬼畜ギミックなのかという話なんですが、
実はこのカーニバルナイトというステージには、このドラム缶の仕掛けを使わないと先に進めない箇所があるんです。それがアクト2の中盤にあるこちらの箇所。ここではこのドラム缶の仕掛けを使って下の方に移動する必要があるんですが、さっきも言ったようにこのドラム缶の仕掛けは使い方が非常に分かりづらい上に、ここの他には先に進めるルートがないので、このドラム缶の上に乗って上下ボタンを押すというやり方に自力で気づくことができないと、なんとここで積んでしまうということになります。もうどう頑張っても先に進めなくなるので、ほんとどうしようもなくなっちゃうんですね。しかもこの箇所はアクト2の中盤あたりにあると先ほどご説明したかと思うんですけど、このカーニバルナイトというステージは広い上に仕掛けが満載なので、このアクト2の中盤まで来るのも一苦労なんですよ。それなのに頑張ってここまでたどり着いたと思ったら、この謎のドラム缶に阻まれて積むということになるので、もう本当にメンタルやられるんですね。僕が初めてやった時はしっかりここで積んでしまって、もう絶望的な気持ちになりました。皆さんの中にもここでこのドラム缶の動かし方がわからなくなって僕と同じように積んでしまったという方いらっしゃるんじゃないでしょうか。せめて説明書かなんかに使い方書いといてくれよって思いますよね。まずステージ全体の難易度で言ったら一つ前のランチベースの方が高いかもしれないんですが、やはりゲームにおいて積んでしまうというのはこれとてつもない恐怖だと思うので、トラウマ度で言ったらさっきのランチベースよりこちらのカーニバルナイトの方が上なんじゃないかと思います。ソニックシリーズって難しくて先に進めなくなることはあっても、このように進み方がわからなくなることはほとんどないので、そういった意味でもめちゃくちゃ印象に残ってるステージですね。ということでトラウマステージ第5位は積むという恐怖に襲われるカーニバルナイトでした。第4位もソニック 3& ナックルズよりサンドポリス。ソニック 3& ナックルズの第9ステージです。このステージには大きく分けて2つのトラウマポイントがあります。まず1つ目は先ほど紹介したランチベースやカーニバルナイトと同様、ステージがめちゃくちゃ広いこと。ソニック 3& ナックルズに出てくるステージは全体的に広めではあるんですけど、中でもこれまで紹介したランチベースとカーニバルナイト、そしてこのサンドポリスは別格ですね。どれもめちゃくちゃ広い上にルートもすごくたくさんあるので、もうどこに行ったらいいのか本当にわからなくなります。いつになったらゴールできるのか全然わからないので、メンタル的にも結構きつくなってくるステージですね。そして2つ目のトラウマポイントはギミックのえげつなさ。こちらはサンドポリス特有のものですね。主にアクト2での話になるんですが、このサンドポリスに登場するギミックの中には間違いなくみんなのトラウマになる2大ギミックがあるんです。まず1つ目のトラウマギミックは、しばらくステージを進むと現れるこのお化け。このお化けはヒュードロという名前なんですが、このサンドポリスのアクト2では一定時間ごとにステージが暗くなっていき、その度にこのヒュードロたちが凶暴化していきます。そして最大までステージが暗くなってしまうと、このヒュードロたちが突進してくるんですね。ヒュードロたちは倒すことができないので、もしここまで暗くなってしまったら、もう甘んじて突進を受け入れるしかありません。このヒュードロたちの攻撃を防ぐためには、ステージ中に一定間隔で設置されているこちらのレバーに捕まって、ステージに明かりを灯す必要があるんですが、このレバーがかなり絶妙な間隔で配置されているので、毎回結構な暗さまで行っちゃうんですよ。ほんとギリ間に合うくらいの感覚になってるので、毎度ヒヤヒヤさせられるギミックですね。ほんと心臓に悪いです。その上でもう一つのトラウマギミックは、ステージ中に2箇所設置されているこちらのギミック。この線のようなものを抜くと勢いよく砂が溢れてきて、下からどんどん砂が盛り上がってくるんです。そしてこの砂と天井に挟まれてしまうと一発でミスになってしまうので、もうとにかく急いで先に進まなければならなくなります。こういう焦らせてくるギミック、本当にメンタルにきますよね。ただでさえ地形が複雑で難しいステージなのに、こうも焦らされたらもうまともに操作できないです。絶対間に合わない状況に陥った時なんかはもう絶望ですよね。さらにやばいことに、この砂に追われている時でも例のヒュードルたちは待ってはくれません。砂から逃げる道中にも明かりを灯すレバーがあるので、これらを見つけたらしっかり作動させておかないと、今度はヒュードルたちの餌食となってしまうんですね。この下からどんどん迫ってくる砂とどんどん暗くなるステージという2つのプレッシャーにさらされた上で、さらにステージがめちゃくちゃ長いということで、このサンドポリスというステージではもうめちゃくちゃ神経すり減らされるんですよ。やったことある人はわかると思うんですけど、このステージクリアした後もうヘトヘトになりますよね。なんというかシンプルに焦らされるというのもありますし、あと迫ってくるのが暗闇と死なので、なんか本能的な恐怖を感じるんですよ。そういった面もあるので、このサンドポリスというステージは僕の中でかなり上位のトラウマステージです。ソニック 3& ナックルズのステージの中でもかなり印象に残りやすいステージなんじゃないでしょうか。ということでトラウマステージ第4位は、暗闇と死という本能的な恐怖に襲われるサンドポリスでした。さあいよいよトラウマステージトップ3の解説です。第3位は初代ソニックザイチョックよりラビリンスゾーン。初代ソニックザイチョックの第4ステージです。さっきのマーブルゾーンの時に説明したように、初代ソニックザイチョックの偶数ステージは仕掛けが満載の構成をしているんですが、中でもこのラビリンスゾーンは鬼畜度合いが飛び抜けています。
初代ソニックザエッジホックの関門だと言っても過言ではないですね。まずこのラビリンスゾーンはソニックシリーズ初の水中ステージになっています。しかもステージの半分以上が水に沈んでいるので、めちゃくちゃ長い間水の中を進まなきゃいけないんですよ。その代わり息継ぎポイントも定期的に用意されているので、毎回ちゃんと息継ぎしてれば溺死する危険は少ないんですが、それでもやっぱり水の中を進まなきゃいけないというのはどうにも落ち着かないですよね。またソニックの動きも遅くなって操作がしづらくなるので、先に進むにはいつも以上に集中力が必要です。そしてその上で、このラビリンスゾーンには仕掛けがめちゃくちゃ多いんですね。例えばこのような飛び出すトゲだったり、ぐるぐる回る鉄球があったり、あと踏むと急に上昇してトゲに衝突させるといっためちゃくちゃえげつない仕掛けもあったりします。しかもこのような仕掛けは水中パートだろうがお構いなしで出てくるので、この水の中で操作がしづらい状況であっても、このような色々な仕掛けに対処していく必要があるんですね。これがもうめちゃくちゃきついんですよ。さらにラビリンスというだけあって道幅もかなり狭いので、もうめちゃくちゃ難易度高いです。そして久々に地上に出たと思っても、このステージにはモグリンというモグラ型の敵がいて、この敵が地中から急に飛び出してきたりするので、もう本当に気の休まるタイミングがないです。さっきのランチベースやサンドポリスほどではないんですが、ステージの広さもかなり大きいので、もう初代ソニックザエッジホックの最難関と言ってしまっても差し支えないステージですね。実際このラビリンスゾーンでかなり苦戦したという方や、ここで挫折してしまいましたという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。初代ソニックザエッジホックにはこのラビリンスゾーンの後にもう2つステージがあるんですが、それらのステージと比べても正直このラビリンスゾーンの方が難しいと思いますね。もう BGM を聴くだけで心が震え上がるような、まさにトラウマと呼ぶにふさわしいステージです。ということでトラウマステージ第3位は容赦ない仕掛けに蹂躙されるラビリンスゾーンでした。第2位はソニック 3& ナックルズよりデスエッグゾーン。ソニック 3& ナックルズの最終ステージです。最終ステージということで全体的に難易度の高いステージになってるんですが、その中でも特にギミックがえげつないというのがこのデスエッグゾーンの特徴です。第3位のラビリンスゾーンもギミックがヤバい系のトラウマステージだったんですけど、ラビリンスゾーンの場合は水中で操作がしづらくなっているところに大量の仕掛けが襲いかかってくるという水中と仕掛けのコラボがえげつなかったんですよね。それに対してこのデスエッグゾーンはシンプルに仕掛けの難易度が鬼のように高いというステージです。どのようなギミックがあるかを簡単にご紹介しますと、例えば一定間隔で電撃を放ってくるギミックや射撃ギミックなどの攻撃系のギミックをはじめ、動く床だったり早く通り抜けないと落ちてしまう階段状のギミックなど、ただ移動しているだけでも数々の仕掛けが襲いかかってきます。中でもこのデスエッグゾーンで一番の鬼畜ギミックはこちらのトゲと射撃と動く床のコラボギミック。こちらは床が動くので放っておいたら壁のトゲに当たってしまいますし、かといって中央にいることに集中していたら射撃の餌食になるので、毎回一度はダメージを食らっちゃいますね。また足場とトゲに挟まれてミスになるというパターンもあるので、もう本当にどこにいるのが正解なのかが分かりません。未だに安定して抜けれないです。しかもこういった仕掛けが所狭しと並んでいるので、どれだけ慎重に進んでいても何かしらの仕掛けには捕まってしまいます。何度もチャレンジして仕掛けの配置を覚えておかないとなかなか先に進めないステージですね。とはいえ相変わらずステージの広さもそこそこあるんで、仕掛けの配置を覚えるのも一苦労なんですけどね。ということで仕掛けの難易度と量がとにかくえげつないのがこのデスエッグゾーンなんですが、強いてまだマシな点を挙げるとしたら、敵がそこまで強くないという点でしょうか。めちゃめちゃ弱いというわけではないんですけど、それでも仕掛けの鬼畜具合に比べるとまだ敵の方は初見でも対処できるレベルです。ただ結局それをはるかに上回るレベルで仕掛けがえげつないので、ソニックオリジンズの中でも屈指の高難易度ステージであることは間違いないですね。このステージを全然クリアできなくてトラウマになりましたという方も多いかと思います。ということで以上がトラウマステージ第2位デスエッグゾーンの解説でしたので、次はいよいよ第1位の発表です。これまで紹介した数々のトラウマステージを抑え堂々の1位に輝いたのはどのステージなのか、皆さんぜひどのステージが来るのか予想しておいてくださいね。それでは早速私ケイティが選出したソニックオリジンズ1位のトラウマステージ一緒に見ていきましょう。ソニックオリジンズトラウマステージ第1位はソニックザエッジホック2よりメトロポリス。ソニックザエッジホック2の第9ステージです。第8位で紹介したウィングフォートレスの一つ前のステージですね。ただウィングフォートレスは半分イベントステージのようになっているので、本格的なステージの中ではこのメトロポリスがソニックザエッジホック2の最終ステージということになります。ということなのでご覧のようにステージの広さや敵、ギミックのえげつなさ、メンタルへのダメージはどれも最高レベルになってるかと思うんですが、中でもこのステージをトラウマたらしめているポイントは敵の強さです。この点がもう他のステージと比べて圧倒的なんですね。このメトロポリスにはカニパンチ、カマキラー、テルスターという3体の敵が登場するんですが、
まずカニパンチがどういう敵なのかというと、ソニックが近づくと腕を伸ばして攻撃してくるという敵になっています。そしてカマキラーという敵は手の鎌を飛ばして攻撃してくるんですが、なんとこの鎌には追尾機能があるんですね。しかも結構しつこく追いかけてくるので、この鎌を避け切るのは至難の技です。そして最後のテルスターなんですが、こいつがね、もうマジでやばいです。こいつはソニックが近づくと自爆して5方向に針を飛ばしてくるという敵なんですけど、まずこの同時に5方向に飛ぶ針がかなり避けづらい上に、このテルスターという敵、ステージ上にうじゃうじゃいるんですよ。1体だけならまだ攻撃も避けきれますが、これが2体3体と連続で現れたり、時には同時に複数体現れたりするので、そうなってくるともうお手上げ状態です。ダメージ直後の無敵時間を利用してすぐその場から立ち去るというのがやっとですね。ということで以上がこのステージに出てくる敵なんですが、実は今紹介した3体にはある共通点があるんです。その共通点とは、この3体の敵がいずれも遠距離攻撃をしてくること。しかも追尾機能を有していたり、同時に5方向へ攻撃するなど非常に避けづらい遠距離攻撃になっています。この遠距離攻撃のせいでこのメトロポリスを攻略するのめちゃくちゃ苦労する羽目になるんですね。しかもただでさえこれらの遠距離攻撃は避けづらいにもかかわらず、このメトロポリスというステージでは敵の配置も超やらしいです。例えばこのような坂道を登った直後にカマキラーがいたり、非常に細い通路にカニパンチがいたり、さらにはこのようなナットを使って上に登るギミックの最中にテルスターが何体も控えているなど、もうとにかくソニックが無防備だったり、回避行動が通りづらい箇所にドンピシャで敵が配置されてるんですよ。これがもう本当にえげつない。初見だったらまず間違いなくダメージを食らいますし、仮に初見じゃなかったとしてもこのような位置に配置された敵に全て対処するのはもうあまりにも至難の技です。ナットのギミックを使っている時に関しては、実は下手に回避行動を取らずに進み続けていると攻撃に当たらないといった攻略法があったりするんですが、そんなの分かるかいって話ですよね。みんな一度はこのテルスターにボコボコにされたことと思いますので、後から攻略法が分かったところで一度植え付けられたトラウマは消えないです。それにこれ以外の箇所は本当に成功法で敵の攻撃を避けなければならないので、このナットのギミックでの攻略法が分かったとしても他の箇所でダメージを食らいまくります。本当にちょっと進むと敵にやられて、もうちょっと進むとまた敵にやられるということを繰り返す羽目になるので、メンタルへのダメージも相当なものがありますね。ほとんどの方がこのメトロポリスで一度は心が折れてるんじゃないでしょうか。また今ご説明したようにこのメトロポリスというステージは敵がとにかくえげつないということなんですが、かといってステージの広さやギミックが簡単ということは全くなくて、ステージはかなり広くて複雑ですし、ギミックもご覧のように結構難しいものがあります。すなわち敵の強さという圧倒的なトラウマポイントがありつつも、他の要素も全体的に高難易度になっているということなので、トラウマステージの第1位としてこれ以上ないくらいふさわしいステージ、それがこのメトロポリスです。もう初見の時とか絶望しかなかったので、ある程度スムーズに攻略できるようになった今でもまだめちゃくちゃ苦手意識があります。ソニックザイチオック2でトラウマというとまずケミカルプラントが出てきますが、実際にソニックザイチオック2をクリアまで遊んだ人にとっては正直このメトロポリスの方がトラウマになるんじゃないですかね。本当にそのくらいの超凶悪ステージなので、逆にまだやったことがないという人にはぜひやってほしいです。この思いを一緒に共感しましょう。ということでトラウマステージ堂々の第1位は、あらゆる敵にボコボコにされまくるメトロポリスでした。以上、ソニックオリジンズトラウマステージトップ10でした。このシリーズ初期の作品たちはどれもそもそもの難易度が高いゲームばかりなので、その中のトラウマステージということはもうソニックシリーズ全体の中でも屈指の高難易度ステージと言ってもいいんじゃないかと思います。どれも非常に個性的なステージでしたが、実際に遊んだことがある人にはもちろん、まだ遊んだことがないという人にもこれらのステージのヤバさが伝わったんじゃないでしょうか。ただやっぱりこのような高難易度ステージというのも 2D ソニックの醍醐味だったりするので、まだ遊んだことがないという人にもぜひ一度は遊んでみてほしいですね。先月発売したソニックオリジンズにはゲームオーバーがないモードがあるので、こういった高難易度ステージなんかにも気軽に挑戦することができます。確かに難しいことは事実なんですが、その分クリアできた時の達成感は半端じゃないので、まだやったことがない人や昔挫折してしまった人なんかはぜひソニックオリジンズを買って挑戦してみてくださいね。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。動画が気に入っていただけましたらいいねやチャンネル登録、また Twitter のフォローなどもぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。